皆さんこんにちは、ダン・ユーヤです。この数学チャンネルから、数学の動画を配信しております。もともとはですね、愛媛大学工学部で、授業を担当していまして、微積分と線形代数なんですけれども、工学部の1年生向けに、授業をやるだけではなくてですね、それを録画して、配信するという形で、受講生にとってはですね、コロナの関係の欠席っていうのもありますけれども、復習で使っている受講生が、多くいたりして、結構それは喜ばれているのかなというふうに、思っていたところですね。割とそれ以外の方からもこの動画をご覧になっていただけるということで非常にありがたく思っております。で、僕も数学をずっとやってきてですね、大学も、いわゆる理学部数学科なんですけれども、筑波大学なんで、当時は第一学群自然学理というところで、自然学理の中で専攻があってですね、数学主専攻、という形、物理学を、副専攻みたいな形で取って、自由な大学だったんですけれども、そこで数学を、始めて、大学院まで結局ですね、博士を取ったという形ですので、割と数学にどっぷり使っている学生生活を送っていたということもあります。で、工学部の学生さんに数学をレクチャーするという立場になった時にですね、やっぱり一つは理論をきっちり理解してほしいなっていうのは、理学部出身の私だからこそ、そういう強い思いがあるわけなんですけれども、工学のどの分野においてもですね、論文読んでそれ実装して、研究して、それを開発してから社会に実用化するっていうところを考えると、理論、根本的な理論って非常に重要かなということで、定理の証明っていうのは、きっちりやって、いるつもりではあるんですけど、なかなか授業時間の関係でいうと途中、時間がかかりそうなところは省略したいですね。簡単に証明のスケッチだけで終わってしまっているというところはちょっと心残りだったりもするので、そこはちょっとまた別の動画作ろうかなというふうには、思っているというところです。で、それ以上に、実際に微積にしても線形代数にしても計算ができるっていうところが非常に重要になってきますので、例題、それから練習問題を通じても計算を、たっぷりやってもらうというところが、この、数学を理解する上では、特に工学部の、将来エンジニアになる学生さんにとっては非常に、重要かなというふうに、思っています。授業でなかなか全てのその計算をですね網羅することができないところもありますけれども、一つ一つ丁寧にですね、解説をしながら学生実は90分の授業だけじゃなくてですね、それ終わった後は演習書を使って、演習問題を解いて、最後はレポートにまとめて提出をするという形になっていますので、それはMoodle という、ラーニングマネジメントシステムですかね、LMS を使って、オンラインで提出をするのを、またフィードバックで私の方も見て、チェックをしながらですね、学生にフィードバックをして返していくというようなことを毎週繰り返しているというような授業になってきます。学生さんにとってはそうですね、力がつくって一番大事だと思いますし、その数学の考え方だとかさまざまな理論を理解して、数学的な世界が広がっていくといいな、論理的に考えていくといろいろ世界が広がっていくっていうところがありますけれども、高校数学までではどうしても曖昧に、過ごしてきたことなどなどですねテクニックとか、そういうのあるんですけれども、そこをですね、理論から根底から理解をして、それが応用できて、計算できるというところに至ってほしいなという思いが込められています。ということで、多分この授業を受けている学生さんは将来、いろんな進路を、取ると思うんですけれども、例えば大学院に進学しようという場合にはですね、入試の数学の問題は多分微積線形代数バッチリだと、思います。そのくらいの、レベルといいますかスキルを身につけて、授業で学んでいるということが多いのかなというふうに思っています。で、最近数学って社会に役に立つというふうに認識され始めてきているところがありますけれども、例えば人工知能 AI ですね、 AI の理論の、基礎的な部分って全部もちろん数学、ですよね。最適化問題であったり、微分して、最大値最小値を求めるっていう、その応用がですね、変数が増えただけ
とか、線形代数の計算、ベクトル行列ありますけれども、行列も N 次正方行列って、N が大きくなっただけっていうような、形で、基本的には線形代数と微積分の理論っていうものが応用されているのが今の世界ですね。例えばGoogle のページランクっていう仕組みもですね、スタンフォードの当時の大学院生の学生たちがですね、そのアイデアをもとに起業して今大きな会社を作って成長してますけれども、あれも線形代数の応用の一つかなというふうに思いますけれども、そういう基礎的な理論っていうものがもう大きく広がっていて、最近では、私は専門シュレーディンガー方程式、解析の分野なんですけれども、そこの先には量子力学、量子コンピューターっていうものがありまして、あれって結局は線形代数の計算だったり、本当に、そういう意味では次元は無限次元とか世界ヒルベルト空間とか広がっていくんですけれども、基本にあるのは線形性ベクトル空間であったり、微積分のガリガリ計算するような、ものがベースにあるというわけなんですね。ということで、社会に役に立つというふうに言われるようになって数学ですけれども、僕自身は別に数学って、それ自身は何かの役に立てようと思ってやってるというよりは、その数学そのものの理論的な枠組みが非常に美しくて、それをまた理解する過程っていうのは楽しいっていうのが一番強い、まさにそれは学問的な好奇心なんだろうというふうには思いますけれども、そういうワクワクする数学の世界っていうのをですね、その講義はもちろんですね、またこの動画を通じて皆さんにお伝えできれば嬉しいなというふうに思っているところです。ということで、ちょっとこの先はいくつかあと3回ぐらい授業残っていますけれども、1月は3本ぐらいは、各授業の、もうほぼ編集なしの動画ですので、本当編集しないですね。タイトルに文字を入れるぐらいで編集は全くしないような、90分動画ですけれども、それ以外にも少し数学の世界が、一般の方にも含めてですね、広くお伝えできるような形の動画を、いくつか用意したいなというふうに、考えています。というわけで、この動画をご覧になっている皆さんからですね、どんな動画見たいかな、もうがっつり数学科の、理論的な数学をやってるような動画は私得意ですけれども、それ以外にも社会につながるような数学だって、応用例だとか、計算力を上げるだとか、いろんな観点が、あろうかなというふうに思いますし、私も最近やっぱりこの授業を担当して数学、微積だとか線形代数の歴史のそれこそ16世紀17世紀ぐらいですかね、ニュートンだからライプニッツより前ぐらいの数学の発展といいますか、その時のその苦労ですよね、もがいてるようなところだとか、多分ニュートンライプニッツあたりからすごく微積分が形をなしてですね、それ以外にもギリシャ時代にも、体積を求めるとか面積を計算するっていうようなこともやって、積分の初歩というか、短所になるようなことをやっていったりするんですけれども、そういう歴史を振り返るっていう意味でも数学って、もう昔のその先人の知恵によって積み上げてきたものがあるんだなというふうになって、だから数学の歴史的な部分ですよね、そういうところもまた紹介できるといいかなというふうには、思っていますけれども、なんか適当に、動画をこしらえてですね、公開しようというふうに考えていますので、その時また皆さんからも率直なご意見といいますか、動画を、ご覧になった感想なんかも聞かせてもらいながらですね、こんな方向性いこうとかっていうのを勝手に私の方で、考えてバンバン出していきたいと思いますので、はい、またご覧になったリアクション等ですね、お願いしたいというふうに考えております。ということで、久しぶりといいますか、ちょっとこういった挨拶をする機会を逃してしまっておりましたので、ちょうど年始めということもありますので、はい、ちょっと私の考えている、ことなど、ざっくばらんにお話をさせていただきました。ということで、今後とも数学チャンネル、応援の方よろしくお願いいたします。